人お日様の戸口人八百万この世の中に800万ほど溢れ返っている照明器具あの手この手で照らしてくれるなるほど便利な照明器具テクニックメソッドレクチャーセミナーノーレッジトレーニングいろいろあるね八百万多すぎ800万多すぎ人工の照明アーティフィシャルライト照らせる範囲が限られてるね人工の照明アーティフィシャルライト電池が切れたらはいもうおしまい人工の照明アーティフィシャルライトお日様が昇ればお役目ごめんさ人工の照明アーティフィシャルライトお日様はいつもたった一つで照らす範囲広い寿命やたら長い人お日様の戸口人お日様の戸口これからはお日様の戸口になって自ら照らす自ら晴らすなんてのはどうだいこの世界トレジャーじさんナチュラルライトで全部オーライトやっほートレジャーじいさんだよ詩人でダンサーだよ本日のトレジャーは3つの闇の晴らし方いよいよ登場マチタ昨日お話しした聞いてちょっと大変だったような話かもしれない人類の一番しんどいところ人類はね月曜日持ってしまった特徴ゆえに昨日火曜日人類は3つの闇3つの公害をまき散らしてしまっていた自分で自分の首を絞めるようなことをしてしまっていたそしてこの3つの闇まさに人類の3つの特性によって晴らすことができるこれがばあちゃんからわしが受け継いだ3つの宝マチタ3つを用いればどんな闇だって晴らせるでね大丈夫だでねってこれをばあちゃんから受け継いだどういうことかポイント3つあります月曜日火曜日の延長上です一つ言葉の使用によってわしらはうっかり脳内奴隷制度奴隷ごっこを始めるようになってしまったこれを晴らすにはどうしたらいいかって言ったらほら先週の話題だよほら言葉を用いて奴隷制度から卒業してポジティブワードを用いて名前の闇を晴らしちゃうことができるんだわしらは方法があります奴隷ごっこをしていないでも夢を願いをそのまますっきりしっくり叶えていくそっちの方がいいよね夢を叶えながら命の力を開いて生まれ持った命の力全開にして暮らす方がいいよね2つ目直立歩行が原因になって一つには片っくりカチコーン感覚能力行動能力ガタ落ちになってしまった人類これ同じように晴らす方法がある命の真ん中に力を集めて伏線がここで効いてくるんだ伸びいつも心地の良い方に向かって動いていれば肩こり首こり体中のコリシコリ気詰まりつっかいがどんどん外れていくそうしたらもっと心地の良い方に感覚どんどん情報が入ってくるんだ心地よい情報がそしてもっと心地の良い方にどんどん動いていくことができるようになるんだそれを取り戻したらいい命の道がスイスイ通っていくように命の道を通せばいいんだポイント3つ目ついつい胸がこわばってしまった胸が上乾いてペコペコになってしまった胸が本当にフリーズすると胸が緩まなくなってしまうと人を許せなくなってそして思い描く力なくなっちゃう人のことを思う力ラブだよねラブリーな力だよねなくなっちゃうんだこれが胸がこわばると胸がこわばってペコペコになっていると何かを生み出すクリエイティビティがなくなっちゃうんだこの胸がこわばっていると胸がこわばっているとどうなっちゃうか
今お話しした通り、ラブ、イマジネーション、クリエーション、人が人として持っている最も素晴らしい能力がガタ落ちになってしまう。そこで胸を満たして、胸を緩めてね、次に受け継いでいく必要があることをはっきりさせてね、心を添えて、この棚心っていうでしょ伏線。ほら、棚心。この棚心を次世代に向かって思いを受け継げるようにいろんなところに添えていったらいいんだ。今お話しした3つ、それぞれ短く言いますね。1つ、夢を叶えていくには誠って言ったよね。そうだ、先週誠って言葉聞いたぞ。誠を乗る、誠祝詞とか言ってたぞ。そう誠を自ら生み出して、誠祝詞を生み出して、誠乗ればいいんだ。2つ目、命の道を通す。カチコーンバチン、これ何したいか全然わかんない、何してても楽しいって思えないみたいな状態から、どんどん命の道を、そう、命の道を通していったらいいんだ。命、地、エネルギー、目には見えないエネルギー、地、昔は風のことを古地、地って言った。風だ。そして血液、流れてる血液、これのことも地って言った。確かに普段は目に見えない。そして確かに流れてるエネルギーだ。そしておっぱいのこと、命を養うおっぱいのことをチって言った。父。今でも沖縄とか諏訪とかではチって言ったりする。おっぱいだ。命を養って普段は見えない。そしていつも流れ出してる。心地よい方に。この目に見えなくてたまに現れる力のことを昔の人は地って言った。この地がどこかに留まっているのを命と言ったんだ。その命の流れをね、取り戻してどんどん通していくことを地の道通すという。そして棚心を添えるんだね。3つ目、心を添える。ウムーチから、胸から溢れてくる。胸、Roots of Imagination, Roots of Love and Roots of Creation。胸を英語で言えばそんな風になる。その胸から溢れ出てくる思いをそのまま棚心でいろんなものに添えていく。そうしたらやべえ道具は生まれてこない。次の世代に素晴らしい思いとともに素晴らしい程よい道具が受け継がれていくことになる。さあ、これを棚心を添えるってことで、棚添えるっていう。出揃ったね。3つの宝。この3つの宝を、これをなんとか受け継ごうとして始めたんだ。この YouTube チャンネル、トレジャー3、トレジャー3。宝3つ、もう一度言うよ。ね。誠を乗る。地の道通す。棚添える。これから少しずつ始まっていくよ。どういうことなのか。ね。3つの宝トークがこれから始まっていくよ。今年、いよいよね。ぜひともこれから聞いてみてね。よろしくね。また明日お楽しみに。出てきましたね。トレジャー3つ。出てきましたね。これはもう闇のあるところには光あれっていう感じで、こう闇を晴らす宝だからね。この国の言葉で言うと宝ですね。それあえてこうトレジャーみたいな言い方にしてたわけですよね。それなんかもう3つの宝ってね言っても海外では通じないから、3つの宝、トルコの言葉では例えば宇宙ハジーネとか言うんだよね。覚えてる？それは覚えてないですね。そうそうね、それも国ごとだから、どこに行っても大体ね、three treasures って言ってたんだよね。だから three treasures、treasure three、3つで1つだから、treasure three、3つバラバラじゃないの。ほんとこれ命はね、胸と腰腹と頭が一つながりになってるみたいに3つで1つだから、ね、胸だけと頭だけとかそういうバラバラにできないでしょ、人は。だからこう3つで1つ、いつでも3つで1つだから、3つの宝が別々にトレジャーズになってるっていうよりは、トレジャー3な感じなのよ。3つで1つの宝なの。だから3つで1つの宝ってこういちいちいつも言ってるとこうね長いのでね。
例えばこう、もうちょっと短くできないかって言った時に、ね、3つ宝、ちょっとね、もうちょいなんとかなりませんか？っていうふうにして、うんまあ、いろんな人たちがこの3つで1つ宝、3つで1つの宝、うんそれからまあ田町生えませなんて言って棚添える誠のる地の道と、この3つをターバーチなんて昔の人は呼んでたんだね。うんずーっと日本中でこう社で田町生えませって朝ごとにこう繰り返し唱えられてきた3つの宝がこう、照らして照り輝くようにこの闇を照らしてくださいましっていうような田町生えませって言葉だよね。それをこう一言で言うとどうなるのかっていうんで、やっぱり、トレジャーさんになったんです。違う違う。トレジャーさんというか、まあ3つの宝って、ええ3つの宝だとまだ長いのか。まだ長いですね。そうすると3つ宝もう一声。もう一声。というふうにやっぱり呼びやすい名前になってきたっていうことなんですね、だんだんね。うん。まあ呼びやすい名前でなくてもその度に3つで1つの宝、英語で言うと Trinity of Treasure うん。とかね、ですね。トリニティっていうのは3つで1つ三位一体のことだからね。はい。ね、やっぱり呼び名、これをね、だって一日中一緒に顔を突き合わせて、そのまま30年一緒に過ごしてる人の名前って、はい。やっぱりね、うん。こう、名前が長すぎると、うん例えばその血の道通す左衛門とかだと長すぎるじゃない。そうですね命の道通すザウルスだとか、長いから、長いね。だから、ちのちゃんとか、みちちゃんとか呼ぶわけじゃない、短くしてね。うんやっぱりその一緒に暮らす人の名前ってずーっと呼び続ける名前だから、うん。毎回毎回ジュゲムジュゲムゴッホのスリケーズ開催するのございますございますとか、はい。そのおい血の道通す左衛門って長いよね。うん。だからそれおいその3つで1つの宝開いたかみたいに言うよりは、もうちょっと短い言い方を昔からずーっとなんか少しずつピタッとくる言い方を探してきたと思うんだよね。ああ。その何万人何億人という人たちが何千世代もかけてね。うん